ーで、ギタリストの山桐修二です。はい、カオスでボーカルと鍵盤をしております川淵香織です。カオスで三味線を弾いてますジャックです。まず最初にバンドの結成ですね、どういう形で、バンドが結成されたのか、お願いします。はい、僕自身はシンガーソングライターとして活動をずっとしていて、で僕のあるライブの日に川淵香織、彼女がお客さんとして見に来ていて、で僕の楽曲だったり、ギターだったりをすごく気に入ってくれて、でそこで2人で話して「君は何やってるの?」と聞いたら、彼女はもう鍵盤パフォーマンスをしていると。でじゃあそれを見に行くよということになって、で見に行ったら素晴らしかったので、彼女のその鍵盤をするための曲を僕が作って、で2人でパフォーマンスをしたところすごく良かったんですね。でその後にまた今度は彼女のその縦パフォーマンス、鍵盤のパフォーマンスのチームを見に行ったら、その後ろでジャックが津軽三味線を演奏していて、その演奏だったり、その彼のその弾いてる姿だったりにすごく僕は興味を持って、でちょっと彼と一緒にやってみたいということになって、それで3人で一緒にステージに上がってみたら、ものすごいエネルギーが生まれて、それがカオスのスタートです。はい。なんかその時のこんなバンドになりたいとか、こんなユニットでやりたいとかっていうような、ビジョンみたいなのはあったのかな、3人で。その多分これだけ面白い人間が集まったら何かすごいものはできるだろうなっていう予感はあったんですけど、その最初のステージが終わった時に、これもう本当にパフォーマンスが終わった瞬間にもう客席はすごく静寂、すごいもう本当に拍手するのもなかなかみんなもうなんか拍手できないような、そんなぐらいのすごい、緊張した空気が生まれて、それを見た時に、これは僕自身の人生でもあんまり味わったことないものだと。でこれがものすごい芸術になるんだろうなっていう、そういう感覚はありました。カオスっていう名前にしたなんていうのかな、由来はとか、そのカオスの意味、バンド名の意味ですね。もともとのそのスタートさせる時の気持ちっていうのが、個々の面白い存在が混ざり合って、そこから何が生まれてくるんだろうか、爆発力をなんかすごく自分自身が期待している部分があって、で最初にパフォーマンスした時っていうのが2011年の4月で、それはもう日本でその前の月にすごく大きな地震があって、もう日本は大混乱に陥っていて、そのエンターテインメントもちょっとなんか自粛しなきゃいけないような、そんな雰囲気だったり、なんか経済も本当一時期的にはもうすごく落ち込んじゃったりして、なんかすごく混沌としたケイオスな空気だったので、その時期にできたグループだから、ここからその混沌の中から何か新しいものが生まれるっていう意味で、まずケイオスとかそういう言葉のイメージがあったところで、ちょっと綴りを変えたり、中にイコールを挟んだりしたのは、日本ではケイオスって言葉は、普段カオスと表現するんですけど、彼女の名前が香りだったのもあったので、綴りをもう K で始める形にしたり、あとは検索しやすくするためにイコールを入れたり、そういうことです。そのジャパニズム、ロックバンドっていう名前で、カオスは活動をしていたりとかするんですけれども、そのカオスのサウンドですね、ジャパニズムロックに代表されるそのカオスのサウンドっていうのは具体的にどういうサウンドですか？俺で、サウンドで言うと、多分うちのサウンドで一番特徴的なのは、もちろんその和楽器が入っていること、もう唯一のうちのバンドの中に入っている和楽器が三味線、津軽三味線なんですけど、その響きがあるのがまず特徴の一つで、その和のサウンドを作るとかそういうことは特に意識してなくて、やはり全員日本人で、その日本人なりにそれぞれの人生で解釈してきたロックという言葉があって、それを自然に混ぜて、そこに彼のジャックの弾く津軽三味線があったところで、面白い、そのなんていうんだろうな、日本人じゃないと作れないようなロックがある、そういうものを追求していきたいです。
じゃあ、まあもちろんそのバンドとして活動する以前、それからまあ最近も含めて、カオス以外、バンド以外での活動っていうのも結構されてるみたいなんですけれども、まあ、それぞれの、カオス以外の活動と、それからまあそれにまつわる最近の活動なんていうのを、じゃあかおりちゃんとジャックと山桐君の順で、はい、そうですね、私はもともと女優、その役者をやっていて、でそこから最近はその CG のキャラクターの元になるデータを取るモーションアクターっていうのをやっていて、でファイナルファンタジーシリーズの、メインのキャラクターの動き、芝居全部やったりとか、あとはキャプテンハーロック、アルバトールっていう名前でも出てるんですけど、そのメインキャラクターの動きをやったりとか、もしてますね。音楽以外にはそういう演じるっていうことをしてます。あとは日本刀の刀での剣舞、立てなどをしてますね。はい、私、ジャックですが、カオスではエフェクターなどを使ったかなりモダンなアプローチで、三味線を弾いているんですが、それ以外の、トラディショナルな、伝統的な部分でも、いろいろ活動や研究をしておりまして、まずは私のやっている津軽三味線という楽器の大会が、毎年本場の青森県津軽地方であるんですけど、そちらの大会で、賞を何度か、いただいたりとか、あとはですね、出雲大社の、式年遷宮という大きい、行事で奉納演奏を、させていただいたり、そして10月11月には、京都にあります世界文化遺産の京都鴨鴨神社での、奉納演奏も、決まっております。モダンなアプローチとともに、伝統的な奏法も、研究して、それをバックアップというかフィードバック、していけたらいいなと思って、活動しております。で山桐さんは。僕はもともとシンガーソングライターとして活動してきて、それからカオス結成に至ったんですけど、もう最近はカオスに専念してます。はい。それぞれまあいろいろなキャリアを持っている3人がそれぞれその音楽を始めた、きっかけ、音楽だけじゃなくてそういったこうなんていうのかな、演技だったりとかそういうのを始めたきっかけ、とかをちょっとお話しいただければと思うんですけども。もともとその表現をするっていうことが子供の時からすごくナチュラルに自分の中にあって、で気づくとこう自分で作った歌をこう鼻歌で歌ってたりとか、あとはこう音楽がかかると体が動いて自然に踊ってたりとかっていう感じで、結構そのダンスとか歌っていうのが自分の中に入ってくるのがすごく自然だったんですけど、でもそうですね、刀を始めたのがおじいちゃんおばあちゃんが見ていた時代劇を一緒に見るようになって、ちょっと自分もやってみたいなと思ったのがきっかけで、その刀に興味を持ちました。あとは音楽に関しては昔高校生の時にミュージカルをやっていたので、そこから歌を歌うようになったんですけど、ただバンドというバンドをやったのはカオスが初めてですね。はい、私ジャックですが、私がですね音楽に触れた一番最初の記憶っていうのが、小さい頃本当まだ4歳5歳とかそういう時期にですね、寝る時に必ず音楽を聴きながら寝ていた、それがないと眠れないような子供だったんですけど、その時聴いていた音楽は実はクラシック音楽ですね。母親が用意してくれたこのカセットテープで聴きながら寝ていて、なので、音楽っていうのはもう自然に僕の中に入り込んでいたんですけど、実際に楽器を持ったっていうのは、中学3年生の頃に、当時好きだったラルク・アンシエル、共通の同じファンの友達がいて、彼がギターをやっているんですけども、彼からジャックもなんか楽器やってみたらっていうことで、それまで野球少年だったんですけど丸坊主で音楽の世界に徐々に入り込んでいて、なので最初は三味線ではなくて、ギター、そして高校の頃は、バンド活動をしたいと思って、どうしてもベーシストが見つからなかったので僕がやるよということでベースをやり始めて、そして三味線をやり始めたのは、その当時、高校の頃にたまたま聞いたラジオで、三味線の音が、しかもかなり前衛的なかっこいい三味線が聞こえてきて、すごく衝撃を受けて、これはもしかしたらいつかこの楽器で世界に出れるんじゃないかっていう野望をその時から抱いて、
実際に三味線を手にしたのは20歳の頃だったんですけど、そこから、現在に至ります。高校の頃は、文化祭などでルナシーのコピーをやってましたベースで。山口さんは？僕は中学校の頃にロックミュージックにすごくハマって、まあそれは当時ローリング・ストーンズが初めて来日公演をするっていうんですごく日本のメディアはローリング・ストーンズをすごく取り上げていて、でローリング・ストーンズの昔のアルバムをたくさん聴いて、スティッキー・フィンガーズとかあとブラック&ブルーとかで、まあそれでまあ興味を持って、でこういう曲を弾いてみたいなって。でやっぱストーンズはもう入り口としてはすごくギターも入りやすかったんで、で知り合いのロックグッズ屋さんの店長さんにですねギターを教えてもらって、それで初めてねそのバンドを高校生の時に組んだんですけど、まあもうその時、まあ、かっこいい音楽を作りたいとかかっこいいプレイをしたいとか女の子にモテたいとかなんかそういう気持ちで、まあ、始めて、そこの気持ちは今もう全く変わらないです。おらんかいおらんのかい。今まあちょろっと話もありましたけど、それぞれにまあかおりちゃんはどうなのか、まあそのステージの上で初めてこう歌ったりとか演奏した曲って何だったか覚えてます？じゃあ僕から、初めて歌ったのはミュージカルだったと思います。ちゃんとステージでお客さんの前で歌ったのはタン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 そう、それです。それを日本語で訳したものをこう一人じゃなくてその他大勢として歌ったんですけど、その時にやっぱりこれは自分なりに一人で歌ってみたいなって思ったのを覚えてます。だからこうそうですね、ソロというか今のカオスでのこういう感じ、一人がボーカルでっていうの、その時一人で歌う気持ちよさは感じましたね。ジャックは？はい、さっき言った通りでですね、文化祭でルナシーのコピーをやったりしていたんですけど、確かルナシーの曲だったと思います。ストームという曲ベースを弾いたのが最初の演奏で、三味線に関しては、実はもう三味線を買った次の日に、路上ライブをやったような怖いもの知らずだったんですけど、ライブハウスでしっかりやったのが、そのラジオで三味線のきっかけができたと言いましたけど、その時に流れてたのが実は吾妻弘光さんという有名なプレイヤーの方の、曲だったんですけど、その曲のコピーを最初は三味線のステージでやった曲があります。山口さんは？僕はもう人前で何かその音楽をやった、まあ、歌ったとかギター吹いたっていう意味では、歌ったっていうとなんかその小学生の時にその歌のテストとかをみんなの前でやらなきゃいけないんですけど、僕はもう昔はもうめちゃくちゃ声が高くて、今も割と高い方なんですけど、当時はもう本当にめちゃくちゃ高い声で、音楽のその歌のテストの時に「翼をください」という曲があるんですけど、あれをですね1オクターブ上げて歌っちゃって、もう金切り声済んでて、それでもうクラス中に笑われたんですけど、なんかその時に自分は声が高いんだなっていうのを認識して、でいざバンドを始めた時にやってたのはガンズ&ローゼズの「ウェルカム・トゥ・ザ・ジャングル」とかああいう曲ですね。